サーブの極意知識編。この動画はサーブの極意実践編を見る前に予習しておくべき知識を紹介しております。この動画を見てから実践編を見るとより理解を深められるので、ぜひ最後までご覧ください。この動画の目次は以下の通りで、初心者向けの内容から上級者レベルまで幅広く紹介しています。サーブの種類。卓球にはどんなサーブがありますか？あなたが知っている出せるサーブの名前を思い浮かべてください。10秒後に答えを出します。挙げればキリがないですが、サーブの極意実践編の中で紹介しているサーブは、ブチギレの下回転やナックルなどの縦回転サーブ、順回転サーブ、キックサーブを含む巻き込みサーブ、しゃがみ込みサーブ、アップダウンを含む YG サーブ、ワイパーサーブ、リューゴリャンサーブ、バックサーブ、試合の流れを変えるために出すべきサーブ、世界基準のサーブ、要望のあった選手のサーブです。それらの出し方やメリットなどを一流選手のプレー動画を用いて解説しております。知らないサーブや知っているけどうまく出せないサーブがある人は、ぜひ実践編をご覧ください。ショートサーブとロングサーブの出し方の違い。あなたは何を注意して出し分けていますか？10秒で考えてみてください。では、一般的な回答に加え、私の本音も伝えていきますね。まず、第1バウンドの位置は、ショートサーブは一般的にはネット際に落とすと言われています。ロングサーブはエンドライン側に落とします。私の本音はネット際に落とすと、ショートサーブしか出せないので、なるべくショートサーブもエンド側に落として出すことをお勧めします。次に、バックスイングの大きさや振りの強さ。ショートサーブは初級者は小さく弱め。ロングサーブはショートより大きく強め。私の本音は、ショートもロングも同じ大きさや強さにしておく方がバレにくいと思います。大きく、強くしたとしても、インパクトやそれ以降の振りを止めたり、前に振らないようにすれば短く出せます。続いて、打点の高さ。ショートサーブはロングより高め。ロングは台の高さ。これは一般論と私も同意見です。最後はトスの高さ。ショートは基本的には低めの方が出しやすく、ロングは高めの方が出しやすいですが、私の本音はどんな高さにしても両方出せるようになる方がいいと思います。続いて、レベル別の試合で必要なサーブです。ここでは各レベル別に私が試合で必要と思うサーブの条件を紹介します。まず、初心者から県大会で初戦負けくらいのレベルです。ミスせずに大体思ったところへ出せること。サーブミス、コントロールミスは絶対にダメです。バウンドが低いこと。そのためには姿勢を低く固定してサーブを出しましょう。スピードが速いこと。このレベルの相手は速さに対応できない人が多いです。横上回転の回転量を増やすこと。このレベルの相手は横回転に弱い人が多いです。逆に強い下回転を出してしまうと相手につっつきされて自分が3球目ドライブをミスする可能性が高まってしまいます。次は県大会で2回戦から県の上位レベル。ミスせずに狙ったところへ出せること。同じ構えから複数の回転のサーブが出せること。打った後のフェイクモーションをつけること。下回転の回転量を増やすことです。いずれにせよ、このレベルはどんなサーブを出せば、どんなレシーブが来るのかを把握し、自分が3球目から攻めやすいサーブを多用することが必要です。それ以上のレベルでは、なるべく切ったように見えるナックルが出せること。ブチ切れでも狙ったところへ出せること。ハーフロングも出せること。
下回転は滑る、上回転は弾む弾道を統一させるか、わざと変化させること。いろんな種類のサーブが出せること。打つ前、スイング方向、打った後と3段階のフェイクモーションをつけること。例えば、打つ前は上回転を出す格好をしている。スイングは下から上方向に振る。でも、出すサーブは下回転。フォロースルーも上回転に見せるために上方向に振ったり、ラケット面をかぶしたりする。言葉で聞いてもわからない、どんな風に出すか見てみたいという要望に応えて、公式 LINE 登録者限定で実践映像を配布します。希望者はフェイクモーションと LINE で送信ください。そして最後はサーブの配球です。配球って意味わかりますか？私はサーブを効かす、はめていくという表現を使いますが、試合中、サーブで有利に立っていくには、サーブの質だけでなく、配球が大事なんです。配球とは、いつ、どこに、どんなサーブを出すべきか。こんな戦型にはどこにどんなサーブを出すのがセオリーか、とか。大振りしてくる人には、アップ系がはまりやすい。コンパクトに合わしてくる人には、下系がはまりやすいなどのことですね。私の配球リストは、残念ながらマル秘。私は自他ともに配球がうまい、というか配球でしか勝っていないので、配球は別でまとめて売り出します。ちなみに、世界基準で求められていることは、ぜひ極意シリーズ、実践編でご確認ください。6大要素。サーブがうまく切れない人は、サーブにおける6大要素を知らないか、できていないです。自分が出したいサーブに対して、1、こする位置。球のどこをこすればいいのかを考えます。ここでは下回転を例に挙げます。強い下回転をかけようと思えば、球の下側を切ることが必要です。下回転サーブが切れない人の多くは、球の下側を捉えていません。下側をこすることで、強い下回転を与えることができるので、つっつきに対する3球目が得意な選手は、バレてもいいので、強い下回転をかけたサーブを出すことをお勧めします。切れていたら、ストップもチキータもしにくいので、相手のレシーブをつっつきに限定できます。また、バックドライブが苦手な相手に対しては、バックロングにブチギレの下回転を出すことで、バックに長いつっつきかなり持ち上げてくれたカウンターのしやすい球がクロスに来ることが予想できるため、3球目が攻めやすくなります。もちろん、多少下回転の回転量は落ちてしまうけれど、球の横下や後ろ下を捉えても下回転をかけることはできます。横下系にした方が単純な真下回転よりもスピードのあるサーブが出しやすいことも知っておいてください。2、スイング方向。どの方向にスイングをすればいいのかを考えます。例えば、下回転を切るためには、球の下側を台と水平方向か、少し上から下方向へスイングします。水平方向に振ることで、球の下側を捉え続けることになるし、上から下へのスイングにすることで、カットマンのように下回転を加えることができるということです。したがって、横下回転も少し上から下方向へのスイングをしている最中に当てるべきです。また、同じラケット面、同じスイングであっても、下から上方向へスイングしている時に当てたら、横上回転になりますね。3、球の転がし方。そのスイングに対しては、ラケットのどこに当てて球を打てばいいのかを考えます。これは、2通りの意見をよく耳にしますね。1、ラケットの可動域が大きい場所、つまりラケットヘッド側に当てる方がよく切れるという意見。2、回転をかけるには、スイングスピードを速くするので、実際には一瞬しか当たってはいないですが、ラバーの上を球が長く転がるような位置に当てるという意見。正直なところ、どちらでも切ることはできると私は感じています。私の場合は、サーブの種類や同じ回転であっても、回転量の差をつけるために、この2つの当てる位置を変えていますね。ただ、
1の出し方の方がコントロールはつきにくいと感じます。4、打点。まず、打点の左右に関しては、おへそよりどこの位置で打つのかを考えます。出すサーブの形によって表現の仕方は変わってきますが、例えば単純な順回転のフォアサーブをイメージしてください。下回転ならば、へそよりも後ろ側、つまり相手とは反対方向で打ち、上回転ならば、へその前か前側で打ちます。打点の高さにおいては、ロングサーブならば台の高さ付近で打ち、ショートサーブならばロングよりは高い位置で打ちます。5、衝突力。昔、ぶっつけサーブというものがあったのをご存知ですか？トスを自分のラケットの方向に投げることで、球をラケットに衝突させて、回転量を増やすサーブのことです。トスに対して自分のスイングだけで近づくよりも、球はラケットに近づき、ラケットは球に近づくように衝突させる力を使った方が質の高いサーブになりやすいです。ルールでは、トスを上げる球は回転させることなく、ほぼ真上にトスとなっていますが、トップ選手のトスは本当に真上なのでしょうか？ぜひ、サーブの極意実践編でご確認ください。6、停止力。サーブを切ろうと思えば思うほどラケットを振りすぎる人がいます。ドライブにしろ、つっつきにしろ、サーブにしろ、回転をかけるには、グリップを握ってラケットヘッドの動きを止める力を使用することが大切なんです。したがって、回転量を増やすためには、スイングをする反対方向にバックスイングを取り、インパクト時にはラケットを止めるようにしてみましょう。この6つを意識すれば、必ず回転はかかります。トスについて、6大要素を理解した上で、あとはインパクトしたいところ、正しいスイングができるところへ球を上げられる、トスの安定感が大切です。トスの安定感を高めるために、私は背面サーブを練習しました。背面サーブとは、自分が見えていない背中の位置にトスを上げてサーブを出すことです。トスを上げた球が見えてしまうと、どうしてもそのトスの方向にラケットが近づいてしまい、適切なスイングじゃない打ち方をしてしまう人が多いです。だからこそ、自分が見えていない背面にトスを上げてサーブが出せるようになると、背面に準備したラケットの位置、つまり見えていない位置でも当たるようになるので、頭でイメージした位置にトスを上げられるようになるということです。とりあえず、この見本動画もサーブの極意実践編内で紹介しております。利き手じゃない方の手で球を上げるからこそ、しっかりとトスを上げる練習をした方がいいです。トスの高さについて、トスを高く上げるとどんなメリットがあると思いますか？落ちてくる力を利用できる、つまり上からの衝突力を加えることができるから、サーブに回転量が増えます。それだけでなく、バックスイングを大きく取れる時間があるからこそ、フェイクをかけたり、鋭いサーブが出しやすいし、さらには相手のリズムを崩すこともできます。一定のトスの高さであったり、構えてから上げるまでの時間が常に一緒だと、相手にリズムを合わされますが、その点を変えると、同じ質のサーブでも効果が発揮されるので、ぜひお試しください。最後に、サーブが上手くなりたかったら、卓球台につかずに、まずは床に向かってするといいです。台についてサーブを出すと、入れることが優先になり、置きに行くサーブになりがちだからです。とにかく、新しいサーブの取得は、練習よりも遊び感覚が大切です。最初は、構えなどの形よりも、回転のかけ方を覚えること。かけ方が分かって、できるようになってから、そのサーブの形に近づけることを意識しましょう。サーブは試合の勝敗を大きく左右させます。サーブからの得点率が高いことで、落ち着いて試合ができたり、レシーブのことに集中できます。いろんなサーブを自分が出せたら、相手のサーブを見抜くことも簡単です。サーブは自分一人で練習できます。プロの動画を参考にしながら、サーブ練習できるように細かく解説したサーブの極意
実践編をぜひご覧ください。この動画が良かったと思う方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。また、質問や解説してほしいことがあれば、コメントをお願いします。本日のレッスンは以上で終了です。ご視聴ありがとうございました。